ては記録的な大雨となり、午前11時までの24気象庁は今日明け方、北海道に初めて線状降水帯がJR 北海道は低気圧の接近による輸送障害が見込まれるため、特急列車8本を含む51本が運休しています。新徳駅まで来たんですけどちょっと大変なことになってまして、今時間は17時20分ですね。普通列車で新徳まで来たんですけど、通常なら18時21分の、これ大空10号でですね、乗っていけばいけるんですけども、今日はですね、この昨日の大雨の影響で大空10号、大空12号どちらもですね運休になりまして、この十勝10号だけ、残りは十勝10号だけってことになってですね、これがとりあえず、これに乗れればとりあえずね、苫小牧の方までは行けるかなというところでこれがなかったらですね、ここはね多分泊まるとこないっす、新徳駅でお腹空いたからカレー食べます結構ボリュームがあるねこれ。北海道滝川駅に来てます。今時間はね8時49分。ちょっとねコンビニを何これ、なんかグライダーがみたいな。朝ごはんをね食べようと思ってたんだけどどうも駅の周りちょっとね何にもないんですよね。10分歩いた先に今セブンイレブンが1軒あるみたいな。列車がねまだ、出発するのは10時前ぐらいなんで、1時間近く時間があるので、歩いてコンビニに行こうかなと思ってます。手荷物があるんでコインロッカーにね預けようと思ったんだけど、コインロッカーがないっていうことなんで、しょうがないですね、引きずってきますわ。はい、今日は飛び石連休の真ん中の平日なんですけどね、朝9時で人通りもあんまりないと、車も少ないし、はい、富良野駅に乗ります。よいしょ。前日は帯広にいたわけなんですけどね、大雨の影響で予定していた花咲線に行けなくなってしまったので、急遽根室本線の滝川富良野間に乗車することにしました。滝川から富良野へ向かうこの区間は根室本線の中でも特にのどかな風景が続く区間です。石狩平野の北端からやがて山あいの富良野盆地へ、この動画では、滝川から富良野へ向かう車窓と沿線の駅、そして終点富良野の街歩きをご紹介します。
赤平はこの先の芦別と並んで炭鉱の町として知られた場所で、昭和の最盛期には5万人の人口を抱えていました。石狩炭田は日本最大の炭田であって、この地域はその北限にあたります。幌内、夕張、美唄と大きな炭鉱があって、明治から昭和にかけて日本の発展の原動力になりました。故に鉄道も発展していったのですが、戦後のエネルギー転換によって炭鉱は次々と閉山となり、同時に人もいなくなってしまいました。こうやって列車の窓を開けると秋の風が入ってきてすごく気持ちいいんですよね。なんだかね、大きな観音様が見えてきたんですよね。この観音様、北海道大観音という真っ白な観音像、これ高さ88メートルもあるそうで、内部は20階建てのビルになってるんだそうです。芦別は澄んだ空気と豊かな森林が周囲の光を遮断して、綺麗な星空が見えるんだそうです。北海道開拓以来、農業が産業の中心でしたが、明治後半から炭鉱産業が活発化、一時は7万人の人口を抱えていました。また今度ゆっくり滞在してみたいなと思いました。ここでね、根室本線の歴史をちょっとおさらいしてみようかなと思います。明治34年から40年にかけて、旭川から釧路間ですね、この間に釧路本線が、敷設されました。このうちの旭川から富良野間っていうのはこれ今の富良野線になりますね。それから大正2年に滝川から富良野間が、新線として開業して、で滝川から釧路間が新たな釧路本線になりました。そして、旭川から富良野間は富良野線に分離っていうことになりましたね。そして大正10年に釧路から先の根室まで、延伸されたということになりますね。その時に改めて、路線名称が、根室本線となりました。その後ですね、昭和56年に関商線が開通して札幌から帯広方面の、到達時間が大幅に短縮されてですね、新徳から滝川方面の列車が激減してしまったんですね。富良野から新徳間は両者が少なく恒久的な赤字路線の中、2016年に台風10号の被害で不通になってしまって、そのまま復旧がされないまま
2024年に廃止となってしまいました。というわけで今根室本線はですね、滝川から富良野と、新徳から、帯広、釧路を通って根室に向かう、2つの区間に分かれてしまったんですね。野河南から富良野に向かう途中に長いトンネルがあって、なかなか出口が見えないなと思ったら8キロもありました。滝里トンネルです。滝里ダムの建設で経路が湖底に沈んでしまうために経路変更が行われて、それに伴ってトンネルが建設されたんですね。トンネルを抜けると車窓に広がるのは富良野盆地。線路が緩やかに下りながら空知川に沿って終点富良野に近づきます。終点富良野駅に到着しました。ここはかつて石炭や木材の輸送で栄え、多くの貨物列車が発着していた駅です。富良野駅は明治33年1900年ですね、北海道関節鉄道、これは北海道庁鉄道部っていうね、官営の鉄道ですけども、十勝線の下富良野駅として開業しました。1942年昭和17年ですね、下富良野駅から富良野駅に改称されます。なんか向こう側に行く橋になってるのかな。ここに行くと何があったのかな。これはポッポブリッジといって駅の構内をまたぐ跨線橋です。富良野駅は反対側に駅舎がないのでこの橋が必要なんですよね。橋の上からは富良野駅構内を一望できて、鉄道ファンにも人気のスポットですね。ちゃんとした密閉空間や。富良野の地名の由来には諸説あるんですけども、アイヌ語の硫黄の臭い匂いですかね、それをフラヌとかフーラヌイとかフラヌイっていう言葉になってまして、それがどうも語源になってて、富良野川の上流の十勝岳の硫黄州が由来になってるようですね。去年まではこの先が新徳までね、つながってたんですけどね、とうとう廃線になってしまいました。なんか公園がありましたね。なんでこんな丸いんだろ
転車台でもあったんだろうか。ってわけでもないな。2つあるからな。絶賛芝刈り中。すごいね。公園がみんな芝生。全然子供が遊んでもこれじゃ怪我しないわな。道路の上をまたいで来ると、ちょっとね、ここから見えるのは草の、草むらしかちょっと見えないですけど、その先に終端が見えますね。これね、ここが、終端になります。根室本線の富良野の終端ですね。この先は一応まだね線路は残ってますけど、新徳まで行って、帯広を経由して根室の方まで行くんですけど、釧路経由で根室の方まで行くんですけど、今、富良野から新徳の間は一応廃線というふうになってますので、ここが一旦終端になります。このね6号っていうのが北の国からのロケ地のあるところですね。まあちょっとね距離もあるし、今ね、富良野でちょっと4時間ぐらい時間はあるんですけど、さすがにその時間で行って帰っては来れないなっていうところで、まあね観光地巡る旅でもないんで、ということで諦めます。富良野から出てですね、最初の踏切なのかな、完全にもう道路で塞がれてますね。一応線路は続いてますけども、今は使用できない状況です。ここは富良野市内を走るですね、国道237号つったかな。そこから山の方に向かってね、これ多分これだと思うんだけど、プリンスホテルなんですよ。でこの辺りに結構いろんなねなんとかの森とかそういう、観光地ですか、そういったものがあるんですけど、ちょっとね、あそこまで行くのもなんで、市内をブラブラしてみようと思います。この建物なんでしょう。なんか重厚な石造りですね。ちょっと反対側回ってみようかな。入り口はこっち側じゃないみたいなんだよね。なんだろう、興味がそそられる。なんかここだね。こちら側は新しいのかな、普通のレンガの感じがしますけど、奥はさっきのような、ちょっとね、かなり古い石造りの家、石造りのなんていうのは倉庫みたいなものですね。なんかグラノマルシェっていうね、ちょっとおしゃれな、施設がねあるみたいですね。なんか前来た時もしかして寄ったかな、なんとなくもし違うかもしれないな。空知川にかかる五条橋ですけどね、空知川が見えるかな、堤防まで上がったら見えるかなと思ったんだけど、ちょっと見えないですね。さっき少し見えたんだけど、草むらの影からね
少し見えたんですけど、あまり見えるような感じじゃないですね、残念ながら。富良野から見える山々のね、景色は非常にクリアに見えたんで、ちょっと満足かなと思います。富良野の街はですね、あまり高低差もなく、平らなところに築かれてるんですけど、周囲はね、山々に囲まれているような感じです。なんか風が気持ちいいな。あんまり強くもなくて、気温はだいたい20度で、半袖はちょっと寒いかもしれないけど、とっても過ごしやすい気候です。気持ちいいな。そろそろここら辺で堤防を降りるかいな。そこから降りてこうか。せっかく富良野まで来たので、富良野神社にお参りしていこうと思います。神社にアプローチしたのがね、すごい土俵がある。アプローチしたのがね、反対側だったんで、ちょっとぐるっと一周回っちゃったんですけどね。こっち側行こうか。はい。いい感じ。じゃあお清めして、お参りしてみましょうか。はい。富良野神社のね、お参りをしてきたんですけども、富良野神社のすぐ近くにね、なんか北海道の中心地っていうのがね、へそっていうのがあるらしくて、これやね、これへそ、ここが北海道の中心らしいです。なんか古ぼったい建物やな。なんか北大のなんだっけ、時計塔があるじゃないですか。あんなイメージに似てますよね。今日ずっと止まってんね、これ。動かないのかな。よいしょ。滝川行き帰りの列車に乗ります。帰りの列車に乗りました。短い間でしたが、富良野で過ごした時間の余韻がまだ心のどこかに残ってます。歩いた道や出会った風景が少しずつ遠くなっていく。旅の途中で感じるのは寂しさでもなく、懐かしさでもなく、ただ今ここにいるという静けさです。まだ夕暮れまで少し時間があったので、帰りは赤平に寄っていくことにしました。びっくりしたんですけど、赤平の駅舎5階建ての立派な造りなんですよね。今は無人駅なんですけども、ここは
赤平市の交流センター未来となってて、地域の人たちとの交流の場として使われています。この駅舎はすごいね。5階、さっき出るときに中にね、5階の案内があったけど、5階建てなんでね、すごい。ここ赤平はですね、明治以前はアイヌが暮らしていた場所で、明治の中盤頃から入植が開始されたそうなんですね。で、大正に入って炭鉱が開かれます。最盛期には5万人の人口も今は1万人を切るほどになってしまってますね。旧住友赤平炭鉱の立坑が残ってます。当時のままの鉄骨が空に伸び、この町が石炭と共に歩んできた時間を物語ってます。少し離れたところに北端赤間炭鉱の先端工場跡が現れます。朽ちた巨大なコンクリートの建屋の残骸ですね。今時間何時？32分。結構やばいかも。よいしょ。今ズリ山っていうのを登ってるんですけどね、ズリ山は炭鉱で掘り出された岩石を積み上げてできた人工の山です。かつては町のどこからでも見える炭鉱の象徴でした。ちょっと待って。まだまだ。ちょっと。今は登山道が整備され、誰でも登ることができます。足元に転がる黒い石は当時の掘削の名残。一歩一歩登るたびにこの町が歩んできた時間を感じます。なんかここで一休みって書いてある。半分ぐらいこれもしかして。川も見えるね。あれ農家屋の奥の方にでっかい観音様見える。ちょっと休憩。再開。2回目の再開。よいしょ。もうそんなに足が軽くならんな。もうちょっと限界なんじゃないかな。まあもうちょっと見晴らしのいいとこ行ったらもう引き返そうか。じゃあこれ分岐地点まで来た。こうやって土砂が一箇所に集まらないようになんか分岐してるんやね。もういいかな。いやーもう十分でしょこの景色。いやあそこに頂上に立つと赤平の町と炭鉱跡が一望できます。炭鉱の煙が消えてもここに残るのは生きた記憶そのもの。静かな風の中にかつての息遣いが聞こえてくるようですね。来るんで、あそこにね、ほら、川、なんつったっけ、もう名前忘れた。それとあと、観音様、見えます。よし、じゃあ戻りましょう。はい、下がっていきますか。今何分だ？9分。次の列車がね、13分発で結構やばいかなと思って急いで歩いてきたんですけどね、走らないですよね僕はね走んないんですけどね。ちょっと早足で歩いてきました。
4分前ぐらいに着いたんかな。なんとか間に合いそうですね。はい、もう日が暮れそうです。こうして根室本線滝川富良野間の旅は終わります。炭鉱の町をつなぎ、やがて観光地へ変わっていったこの路線、時代の移ろいとともに姿を変えながらも今も静かに走り続けています。面白い旅だと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の列車でお会いしましょう。